皆様こんにちは。大逆転裁判お買い上げ誠にありがとうございます。傑作を手にした諸君に祝福あれ。発売を記念してご挨拶です。これぞまさしくマストバイにしてベストバイ。そしてグッドバイ。いや、終わらせないでください。いやー、ついに出たね。感無量です。2015年に発売された冒険と2017年に発売された覚悟、この度一つになって登場。ん？2015年2017年。あまり深く考えず発売記念ですから。19世紀なのに。まあまあ固いこと言わずに発売記念ですから。そのフレーズを振り回せば何でも許されると思わないことだ、ミスターなるほど。とにかくそんな僕たちが大活躍する大逆転裁判、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。楽しんでくれたまえよ諸君。こんな感じでいいんですか、須里さん。はい、素晴らしいと存じます。それにしても何ですか、この目の前の大げさなからくりは。大逆転裁判をお買い上げいただいた皆様に何かお礼をしたい、そうホームズ様にご相談したところ、声のお便りという名案をいただいたのでございます。声のお便り。そう、それがこの蓄音機さ。説明書によればなんと25分録音ができるんだ。録音したものを複製して贈り物にしようという思考でございます。じゃあ今のもこれ録音してるってことですか？その通りだからほら、ちゃんと喋りたまえよ。でも何を話せば。自己紹介などいかがでしょう？はい、僕の名前はなるほど龍之介。大日本帝国で産声を上げ、とある事情で大海原を渡り、このロンドンに流れ着きました。まだまだ駆け出しの新米弁護士ですけど、殺し文句は異議あり。これ一発で大抵の荒波を乗り切ってきました。そして僕は世界で知らぬもののない名探偵シャーロック・ホームズ。殺し文句はありえないことを全て消去すれば最後に残るのは、それがどんなに信じがたいものであっても真実なのさ。長いですね。問題ない。今まで 2,3 回しか行ったことないし。殺し文句なのかな、それ。それにしてもロンドンを訪れて本当にいろいろなことがございましたね。素晴らしい出会いにも恵まれました。このホームズさんとかね。初めて僕に弁護の機会を与えてくれたボルテックス卿。気持ちのいい屋根裏部屋を与えてくれたホームズさん。背筋が伸びるような緊張感をまとったオールドベイリーの死神バロック・バンジークス卿。背筋が伸びているといえばホームズさんだよね。事件現場ではグレグソン刑事様にもいろいろ教えをいただきました。おっと、ホームズ刑事様も忘れてもらっては困るな。そして佐藤さん、ホーム女子としていつも助けてくれて本当に感謝してます。いえ、そんな。ありがとうございます、なるほど様。いつになったらホームズさんが出てくるのかな。今言おうと思ってたところです。まったく、世界一の名探偵の扱いがこれとはね。おいアイリス、お茶を頼むよ。後でね、今手が離せないの。誰も相手にしてくれやしない。ま、いいんだがね。録音中に突然すねないでください。さて、今日は発売記念ということでお祝いのお便りが届いてるんですよ。それは嬉しいですね。はい、すさとちゃん、これお手紙ね。ありがとうございます、アイリス様。やあアイリス、ここへ来ておしゃべりに加わりたまえよ。いや、私はほらお茶の準備があるから。じゃあ頑張ってね。意外にテレ屋さんなのかな、アイリスちゃん。それではお便りのコーナーでございます。まずはブライヤーロードにお住まいのシモンヌ様から。こんにちは、なるほどさん。
こんにちは。発売おめでとうございます。なるほどさんの意義あり、いつもしびれます。うわ、なんか照れちまいますね。いつか生意義ありを聞くのが夢です。意義あり。なんでホームズさんがやるんですか？ここは僕の家だぞ。僕宛てのお便りを読みたまえよ。わかりましたよ。お手紙をいただいたシモンヌ様にはこちら大逆転裁判を差し上げますね。こちらはホームズさん宛てですよ。タイプライターでぎっしり書いてありますね。読むがいいさ。褒めたたえられる準備ならできている。はあ、キャラバッシュロードにお住まいのファンデス夫人から、麗しいホームズ様、いつも応援しております。そう、麗しいのだよ僕は。昨べ霧の深い夜のベーカー街でホームズ様を見かけました。ほらこれだよ諸君。有名になるとすぐ顔がバレてしまってね。最近はおちおち散歩もできやしない。ホームズ様は急いでいたようで、向かいから歩いてきたのっぽのおばあさんに激突して尻餅、持っていた傘も放り出したままこっぴどく怒られていました。何やってるんですか？ああ、言われてみればそんなこともあったかな。霧の中を走るのは危ないのでお気をつけ遊ばせだそうです。どうせ目撃するならもう少しかっこいいところにしてほしかったね。ファンデス夫人、次から気をつけてくださいね。はい、ということでファンデス夫人には大逆転裁判をお送りします。さあ次こそは熱烈なファンレターと見たよ。匿名希望モノトリアの怪人様より、背景くたばれホームズ。違うみたいですね。熱烈ではあるがね。夕べはよくも一杯食わせてくれたな。霧の夜道に気をつけるがいいだそうでございます。気をつけたまえよミスターなるほど。僕に言わないでください。ファンレターというより脅迫状でございましたね。なーに、名探偵にとって悪者の脅迫状こそファンレター。むしろ腕が鳴るよ。おお、おととい来やがれってやつですね。おととい来やがれでございますとも。そうですとも。ってどういうことだい？おととい来る？意味不明だねミスターなるほど。よくわかりませんけど、日本ではそう言うんですよ。とにかくそんなモノトリアの怪人くんには大逆転裁判を2本買うのけ。刑罰にしないでください。はい、それではお手紙、次が最後の一通でございます。今度こそファンレターかな。ベーカー街にお住まいのパンタベルの卿から、ホームズ殿、どうかお助けを。なんと。ほう、どうやら僕の出番のようだ。我が屋敷に怪しい予告状が届きました。明日の午後10時、秘宝女王の涙をいただきに参上。どうか秘宝を守っていただきたく。これは事件の依頼でございます。名探偵にとって事件の依頼はファンレターさ。さあ諸君、ゲームの始まりだ。はい、お供いたしますとも。あれ、ちょっと待ってください。この手紙、消印が3日前です。ということは終わってますね。事件2日前に。もしかしてホームズ様、このお手紙。ああ、すっかり読み忘れていたようです。はあ。いやー、申し訳ない。この人にはお詫びに大逆転裁判でも送っておこう。そういう用途はどうかと思います。はい、ということでお便りは以上でございますね。なんだか変な手紙が多かったような。むしろ変な手紙しかなかったね。変といえば確かに言われてみればおかしな言い回しですよね。おととい来やがれって。そうでございますね。
何気なく使っておりましたが。どこで使ってたんですか、佐藤さん。ああ、それで思い出した。おとといといえばとんでもない目にあったよ。何ですか？おとといの晩散歩に出かけたんだが暴漢に襲われてね。笑い事ではないかと。ホームズさんが一杯食わせた悪者でしょうか？いや、立派な身なりの紳士だったよ。妙に怒り狂ってたが。立派な紳士に何をしたんですか？さあね、何やら叫んでたが、反射的に手にしていた傘で叩き伏せてしまってね。聞けずじまいだったよ。はあ、さすが名探偵の日常は猛烈ですね。ね、佐藤さん。佐藤さん？あ、すみません。この新聞の記事が気になって。それ、さっき届いてた朝刊ですね。なになに？パンタベルノ教の屋敷に怪盗現る。これってまさか。パンタベルノ教といえば先ほどのお手紙の主でございます。じゃあやっぱりあの予告状は本物だったんだ。ミス・スサト、記事を読んでいただけますか？はい。3日前、怪盗より犯行予告を受けたパンタベルノ教は名探偵として名高いシャーロック・ホームズ氏に警備を依頼。ホームズ氏は事件当夜屋敷で警備に当たったが、秘宝は忽然と消え失せた。すぐ盗難に気づいたパンタベルノ教が屋敷を飛び出したところ、逃走中の犯人と遭遇。格闘するも惜しくも取り逃がした。ホームズさん、これはどういうことですか？何がだい？いや、警備してるじゃないですか。パンタベルノ教の屋敷で。知らないよ。言っただろ、あの手紙は読んでない。なんと、これはミステリーでございます。怪盗か。一体どんなやつだったんだろう。あ、それならば記事に書かれております。犯人はノッポのおばあ様。はい。パンタベルノ教は消えた秘宝を追ってお屋敷を飛び出したのでございますが、そこでその女王の涙を手にした怪盗と出くわしたそうです。それがノッポのおばあさんだったんですか？はい。慌てて取り押さえようとしたところ、逆にその秘宝で殴り倒されて気絶してしまったとか。秘宝でって、そいつは猛烈ですね。パンタベルノ教は以前も泥棒の被害に遭っていて、警察を一切信用していなかったとか。新聞にお顔も載っています。どれどれ。確かにお金持ちの紳士ですね。ん？ちょっとその新聞貸したまえ。何ですか？この顔、間違いない。おとといの晩、僕に襲いかかってきた暴漢だ。ホームズさんを襲った暴漢が秘宝を盗まれた被害者？これは一体。謎は深まるばかりでございます。いや、逆だよ諸君。どうやらこれで全ての真相が明らかになったようだ。なんですって？せっかくだ。大逆転裁判発売を記念して、ここで論理と推理の実験劇場と行こうじゃないか。いきなり言われても。ミス・スサト、お願いしますよ。はい。それではお待ちかね。論理と推理の実験劇場でございます。さあミスターなるほど、推理を始めたまえ。はい。まずはっきりしているのは、おとといの晩パンタベルノ教の屋敷で警備をしていたのはホームズさんではなかった。あ、そうか。怪盗が変装した偽物だったんだ。確かにホームズ様は予告状を知らなかったのですから。そもそも犯人はなぜ予告状を出したのだろう。あの予告状によって何が起こったか。
予告状を受け取って被害者はホームズ様に警備を依頼した。それです。犯人の目的はホームズさんを引っ張り出すことだったんだ。パンタベルの卿は警察を信用していなかった。だから犯行を予告すればホームズさんに依頼すると読んでいたんだ。あ、なるほど。事件の夜、現場に向かうホームズ様をぶん殴るなりして足止め、変装して入れ替わる。そうすれば犯人は疑われることなくお屋敷へ侵入することができます。まあ本物のホームズさんは依頼の手紙を読みもしなかったわけですけど。ぶん殴られずに済んでよかったね。そしてホームズ様に変装した怪盗は計画通り秘宝女王の涙を盗み出して現場から姿を消した。異議あり。それは矛盾しています、佐藤さん。矛盾でございますか？だってパンタベルの卿が出くわした犯人はノッポのおばあさんだったのですから。確かに。私どもの推理では犯人はホームズ様に変装していたはず。これはどういうことでございますか？いえ、僕もそこまでは分かりませんけど。謎を解く手がかりはあるはずだよ。続けたまえ、ミスターなるほど。ノッポのおばあさんか。そういえば他の場面にも出てきたような。あ、先ほどのファンデス夫人の手紙でございます。霧の夜、ホームズ様とノッポのおばあ様が激突したのを見たと。ああ、その通り。あまり言いたくなかったんだがね。実はそれも一昨日のことだったんだ。あの晩、霧の中散歩に出てベーカー街の角を曲がった出会い頭に起きた悲劇だった。それじゃあその後、今度は怒り狂った紳士に襲われたんですか？あ、そういうことだね。怒り狂ったその紳士こそ秘宝を盗まれたパンタベルの卿だった。でも変だな。あの晩パンタベルの卿が襲いかかったのは怪盗ノッポのおばあさんですよね。あれ？そうでございました。何かがつながりそうなのにこんがらがるばかりでございます。ああ！待てよ、そうか、そういうことか。なるほど様。そう考えれば全て筋が通る。完璧に。どうやら見えたようだね。ええ、そうみたいです。どういうことでございますか？この推理もいよいよ大詰めのようだ。さあ続けるんだ、ミスターなるほど。逆だったんですよ。これまで僕たちが聞いた物語は全て逆？頭の中にある光景、それを逆転させるんです。一昨日の晩、ベーカー街の路上でホームズさんとノッポのおばあさんが激突した。でもそのホームズさんはホームズさんではなかった。そう、秘宝を盗み出した怪盗が変装した偽物だったのです。でもそれでは本物のホームズ様は？もちろんその場にいました。ファンデス夫人が見た通りね。そんな、まさか。論理と推理が導き出す結論は一つ。ホームズさん、あなたはあの晩変装していたんですね。そう、ノッポのおばあさんに。よく見破ったね、ミスターなるほど。変装？どうしてまたそのような奇て烈なことを？言っただろう翔くん。最近少々有名になりすぎたのでね、おちおち散歩もできないのさ。それにしてもよりによっておばあさんって。なんだろう、妙に癖になってしまって。ですがぶつかってきた相手はホームズ様の格好をされていたはず。変だとは思わなかったのですか？ああ、それもまた有名になった弊害でね。
最近僕の格好を真似して嬉しがってる輩が多いのですよ。まったく嘆かわしい風潮さ。おばあさんの格好をして嬉しがってる人が言うことじゃないと思います。それではパンタベルの卿が襲いかかったノッポのおばあ様の正体はホームズ様だったのですか。恥ずかしながら。何を照れてるんですか。ですがパンタベルの卿はこう証言しています。取り押さえようとしたら秘宝で殴り倒されたと。確かホームズさん叩き伏せたんですよね。襲いかかってきた紳士を手にしていた傘で。あ、その通りだ。ちなみにホームズさん。なんだいミスターなるほど。ホームズさんの傘って何色でしたっけ。はっ、紳士の傘は黒に決まってるさ。でも今傘立てにあるのは鮮やかな紫色でございます。おや、そのようだね。あの傘、先端にキラキラ輝く宝石がついています。今まで全く気づかなかったよ。握りの部分にも美しい混合石が埋め込まれております。不思議なこともあるもんだね。そうか、入れ替わったんだ。入れ替わった。ええ、このファンデス夫人の手紙に書いてある。急いでいたホームズ様はノッポのおばあさんに激突して尻餅、持っていた傘を放り出した。この時入れ替わったんです。ホームズさんの傘と怪盗が持っていた傘が。見事な推理だミスターなるほど。こんなこととても信じられません。でもそれしか考えられない。いいことを教えてあげようミスターなるほど。何ですか。ありえないことを全て消去すれば最後に残るのは、それがどんなに信じがたいものであっても真実なのさ。たっぷり抜け抜けと言い切りましたね、殺し文句を。どうやら僕たちの論理と推理はその終着点にたどり着いたようだ。さあ結論を頼むよミスターなるほど。ええ、おとといの夜パンタベルの卿の屋敷から盗まれた秘宝、それは。諸君、ここに女王の涙を紹介しよう。ホームズさん、部屋の中で傘を広げないでください。まさに感激でございます。発売記念のご挨拶の間に事件を一つ解決してしまうなんて、さすがホームズ様。名探偵のあるところ、謎は存在しえないのですよミス・サト。まさか秘宝が傘だったとは。あれ、ホームズさん、今何か落ちましたよ。ん？小さなカードのようでございますね。傘の中に挟まっていたようです。これは名刺かな。モノトリアの怪人参上。モノトリア、なんだ、どこかで聞いたような。あ、先ほどの脅迫状、差出人の名前ではありませんか。霧の夜道に気をつけろでおなじみの。ああ、モノトリアの怪人、パンタベルの卿の秘宝を狙った怪盗だったのか。それでは脅迫状に書いてあった「一杯食わせやがって」というのは。女王の涙、この傘のこと。どうやら結局君は全面的に正しかったようだねミスターなるほど。何のことですか。おととい来やがれ。言った通りだったじゃないか。この怪盗くんはまさにおととい来やがったわけだからね。あそういうオチか。そこまアイリスちゃん、
25分。どうやら時間のようでございます。みんな録音お疲れ様。お茶が入ったよ。眠そうだね、アイリスちゃん。連載の締め切り昨日だったから夜遅くまでかかって今朝一番で原稿を送ったとこなの。シャーロック・ホームズの冒険の新作、楽しみでございます。とにかくホームズさんが持ってきちゃった秘宝は後でパンタベルの卿に送っておきますね。ああ、お詫びの大逆転裁判を1本追加しておくといい。だからそういう用途はやめましょうよ。それにしてもまさに奇跡のようでございました。奇跡？だってそうではありませんか。お便りを読んで新聞を見ただけで事件を解決してしまうなんて。ああ、そうですね。まるで全ての手紙と新聞が連鎖していたような、こんな偶然あるんだな。諸君は偶然だと思っているんだね。果たしてそうだろうかね、アイリス。さあね、私は聞いてなかったから。ああ、そうだ。それじゃあせっかくだ、ちょっと聞いてみようじゃないか、今の録音を。はい。じゃあ蓄音機回してみますね。こうかな。皆様こんにちは。大逆転裁判お買い上げ誠にありがとうございます。傑作を手にした諸君に祝福あれ。発売を記念してご挨拶です。なんだか恥ずかしいですね、自分の声は。さすがは僕だ。素敵な声をしている。しかしそれよりもなんだか気になる音が聞こえたようだ。もしかしてタイプライターの音ですか？でもそれはアイリス様が原稿を書いていたのでは？それは変だね。締め切りは昨日夜遅くに書き上げたと言ってたはずだ。そんなことを言ったっけね。でもそれならアイリス様はタイプライターで何を？タイプライターといえば一つ気になってたことがありました。何でございますか？この手紙なんですけど。それはファンデス夫人のファンレターでございますね。ホームズ様とノッポのおばあ様が激突したのを目撃したという。タイプライターでぎっしり打たれてます。でもファンレターって普通手書きじゃないかな。そう、その手紙を見たとき僕も変だと思ったんだ。ミスターなるほど、そいつの匂いを嗅いでみたまえ。これはインクの匂い？そう、その手紙は打たれて間もないんだ。まだインクも乾ききってない。まさかそれではこのお手紙はアイリスが打ったのさ。ついさっき僕たちが録音を始めた頃にね。よく見破ったね。さすがホームズくんなの。アイリスちゃんがこの手紙を？一体どういうことでございますか？さっきね、みんなが録音の準備をしてた時、今朝の新聞が届いたの。それってこの新聞だね。秘宝が盗まれたって記事が目に入って真相が分かっちゃった。これ一昨日の夜ホームズくんが持って帰ってきた傘だなって。真相が分かったって、そんなバカな。簡単な推理だったの。さっきの手紙私全部読んでたし。それに
ホームズくんが夜な夜なおばあさんになって喜んでるのも知ってたから。いやいやアイリス、その言い方は誤解を招くな。それで思いついたの。録音中に忘れっぽいホームズくんの記憶を刺激したら面白いことが起きるんじゃないかなって。面白いこと？録音しながら事件が解決。面白いでしょ？あだから大急ぎであのお手紙を書いたんだけど、タイプの音が入っちゃったか。それがファンデス夫人の手紙。そういえばお手紙はアイリス様から手渡されたのでした。手がかりが揃えばみんななら必ず真相にたどり着く。やっぱり思った通りだったな。じゃあ僕たちは全員アイリスちゃんの手のひらで踊っていたってわけか。みんな転がしちゃうんだから。さすがシャーロック・ホームズの冒険の作者だけのことはあるね。恐るべしアイリスちゃん。さあそんなわけで今度こそ全部聞いてみるの。ホームズくんとなるほどくんの論理と推理の実験劇場。おお、ちょっと緊張しますね。なるほど様の推理冴えておりました。佐藤さんの助けあってこそですよ。僕としてはホームズおばあ様のくだりはバッサリ切り捨てたいところだがね。きっと素敵な声のお便りになるの。それじゃあいくよ皆様こんにちは。大逆転裁判お買い上げ誠にありがとうございます。傑作を手にした諸君に祝福あれ。発売を記念してご挨拶です。これぞまさしくマストバイにしてベストバイ、そしてグッドバイ。あれ、終わっちまったぞ。おかしいな。説明書によれば25分の録音ができるはずなんだが。ちょっとホームズくんよく見て。25分ではございません。25秒でございます。じゃあ事件は？僕たちの推理は？実験劇場は？ミスターなるほど。そんなものありはしなかったのだよ。まあまあ記念の挨拶なんだしね。むしろ25秒でも長いぐらいだ諸君。頑張って話したのに。では結論としましては、大逆転裁判はマストバイでベストバイ、そしてグッドバイでございますか。そう、それ以上でもそれ以下でもないさ。それではそろそろ最後に一言いいですか、ホームズさん。ああ、もちろんだよ。例の殺し文句だね。存分にやりたまえよミスターなるほど。やっぱり締めはそれじゃないとなの。お手紙をくださったシモンヌ様も大喜びかと。では失礼して、ロンドンの皆さん、そして大日本帝国の皆さんもご一緒に力いっぱいいきますよ。せーの、意義あり。